こで食べたら他のカレーうどんは食べれません。めちゃめちゃ美味しいです。はい、台湾です。お待たせしました。ありがとうございます。29の時に始めましたね。あ、そうなんですか。もともと父親がやってたんですけど、10年ぶりぐらいに復活させたって感じです。そうなんですか。そうなんです。親父の時は若シャチ屋、はい、そうなんですか。若シャチ屋のそうですね。じゃあ今のシャチの屋さんが源流。あ、そうですね。もうシャチの屋さんの黒川ののれん分けで中川店としてやってたんですけど、その味を引き継いでやってます。なるほど。これは煮込みの柏です。スープはだいたい丸1日かけて出し取ってるようにします。名古屋コーチンのガラ、金層のガラっていう2種類を、ガラは結構もう多く入れてますね。あと野菜を玉ねぎ、ネギ、人参、あとキムチを。でもこの色になってからカレーがコクが増してすごいまろやかになったりしますね。室味と、その笹、いろんななんか細かいのが入ってるんで、うちのカレーは出汁が香りすぎるとちょっとまずくなるんで、ちょっと香り付けぐらいで、ベースはもう動物のポッチ。カツはどういうお料理でよく出ますか？カツカレーです。あとは味噌カツ丼とかお昼のメニューでミニ丼やってるので、味噌カツソースカツ丼もよく出ます。だから大体カレーをメインで今やってるんですけど、で娘にホールをやってもらって、で息子が釜メインで。すみません、ご主人は働きに行ってます。もうで帰ってきて夜だけ手伝う時ある。夜手伝って待ってますね。こういうでかいのがあるんですよ。これを基本的になくすっていう作業ですね。このでかいのが入りすぎるとめちゃくちゃ濃くなっちゃうんですよ。だからこれやる作業が多い時20分ぐらいかかるんで、これが結構ネックなんですよね。全体的に何種類ぐらいのそういったスパイス関係は10種類ぐらいですかね、うちは。カレーの粉が3種類と、あとはちょっと企業秘密です。基本的なベースは父親が最後修行した時の昔の黒川さんと変わらんする。お店のその味作りとかお父様から教えていただいた感じですか？父親が黒川の時に修行してた時に昔からのメモみたいなのがあったんですけど、それ見ながら一個一個直してっていう。中はちょっとモザイクしてもらえれば。スープに入れるネギをロスがないように皮を剥いてスープに入れます。もったいないので。息子さんがまたお店始められるって聞いた時どう思いました？初めは嫌だったの。自分が苦労したのでもうやりたくはなかったんですけど、
もうやると楽しいからもう良かったなとは思ってますけど。自分土下座して頼み込みました。もうこの人が結構肝なんですよ。いないと回らない。これはハスネギ用なのでカレー用で。このタレはもうオープンからずっと継ぎ足し継ぎ足しで秘伝のタレです。これは一晩寝かせたんで半日柔らかくするために煮込んで、でそこから夜つけっぱなしです。この一個一個この自分とは無縁なんだよ。そうですよね。考えてはできない。台湾ミンチを作ってます。台湾カレーとか台湾ミンチ丼とかいないいないいない。うん。そう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 。町内の人たちでできたって感じ。この神社があるんですけど、はい神社の手前で手を合わせるっていうのを毎日やってるんで。すいません。
確認するんですけど。カツ上がったらカツカレー入れね。いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。台湾カレー麺少なめチャーシュー丼でお願いします。はい、ありがとうございます。今日はい。はい。下もある。はい。はい。少なめね。はい。はい、台湾です。台湾カレーうどんの麺少なめになってます。お待たせしました。はい、はい。はい、ありがとうございます。はい、出ます。台湾味噌煮込み、はいनेपा定番台湾でお願いします。はい。はい。台湾カレーね。台湾味噌煮込みうどん。お待たせしました。ごちそうさまでしお待たた。せしました。定番台湾に。からお預かりします。はい、すいません、お待たせしました。
台湾カレーです。ありがとうございます。お待たせしました。よく来られるんですか？いや、初めて来ました。そうなんです。どうですか、お味の方。めちゃめちゃ美味しいです。台湾カレーうどんがそんなにないんで、頼んでみたらめちゃめちゃ美味しかったです。お待たせしました。すいません、お待たせしました。味噌煮込みうどんになります。お待たせしました。失礼します。お待たせしました。お待たせしました。味噌煮込みうどんごちそうさまでした。失礼します。お待たせしました。よく来られるんですか？よくは来てる。おすすめのメニューってあります？やっぱカレーうどんかな。麺が美味しい。それが一番大きいところかな。麺が大丈夫。そうなんです。そうなんです。カレーうどんの麺でもできます。あ、そっちの方が麺。はい。はい、これ。醤油、酒、胡椒、生姜、ニンニク、結構ベーシックなんですけど意外に人気なんですね。結構ごついですよ。だからランチは本当唐揚げ利益ないです。利益なしでやってます。手が痛いんだよね。唐揚げのマヨネーズ。中華そばですね。中華そばね。お待たせしました。中華そばになります。お待たせしま台湾ラーメン、唐揚げ丼のおろしポン酢、ご飯少なめでお願いします。およろしくお願いします。はい、お願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。じゃあカレー2丁。びっくりしましたね。すいません、冷たいカレー、熱いのでお気をつけください。じゃあ今出ます。
少なめね。ほんとも。はい、すいません、お待たせしました。お待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うどんがこちらの台湾ミンチになります。お待たせしました。そうなんですね。おすすめのメニューってあります？全部が美味しいからなんで。そうなんですね。ちょっと辛い。あ、21で一応。向こうでできん？はい、すいません。大変長らくお待たせしてすみませんでした。中華そばになります。2度目。あ、そうなんですか。ここのね、息子さんがよく美味しいって言って、そんで今日。どうですか、お味。美味しい。美味しいですか。美味しい。いらっしゃいませ。こんにちは。台湾カレーの普通とこっち辛いやつな。あげますよ。お玉もらうか。ありがとうございます。はい、お待たせしました。これミンチダブルで。ミンチダブルの方。はい。はい。お待たせいたしました。に揚げ餅と温玉のトッピングになります。お待たせしました。ありがとうございます。大変美味しかったです。ありがとうございます。台湾をダブルトッピングで、温玉と揚げ餅です。はい。ここで食べたら他のカレーうどんは食べれませんね。はい。定番台湾に揚げなすのトッピングと定番カツでお願いします。エビフライカレー1、台湾カレー1、中華そばと唐揚げ丼のマヨネーズでお願いします。すいません。はい。はいよ。カツカレーね。はい。カツカレー。お姉ちゃんカツカレー置いときます。になります。すみません。お待たせしました。
麺出ます。はい。温玉カレー、台湾カレー、エビフライカレー。はい。あ、じゃあもうあっちから取って。台湾カレーうどんすいません。後ろからすいません。失礼します。お待たせしました。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい。お待たせしました。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またお願いします。何個でも買ってください。骨小ライス。しました。カツカレーセットです。この羽がしっかりしてるのが名古屋コーチンで、これが金層の柄ですね。このコーチンを入れることによってちょっとまろやかさが増すのとコクが出るので、コーチンは絶対入れたいのと、でもコーチンを全部使おうとするとコスパが悪いんですよ。だからこの金層柄で5対5でやってます。お姉さんが小さい時はよく食べられてたんですか、お店の。そうです、もう今でも本当基本毎日昼カレーうどんなんですよ。始めた理由が食べたくて始めた部分もあって、まあでも10年ぶりに食べれたんじゃないですか。あ、そうですね。それは本当良かったかなっていう。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。またお願い。とんかつは1日10杯限定で、切り込みとかはもう業者の人がやってくれてて、風呂が700で笹が250。
こっちが700。コロとかに使うつゆ。はい。ちゃんとほぐしとかんと。こんな感じ。だからもうカツはもう昼までもう売り切れちゃう大体。そうですね。はい結構早い時間になくなるんですよ。はい。もうほとんどカレーうどんですか。そうでも9割方カレーうどんじゃないですか。ただ土日とか、はいまあ家族連れとか来るじゃないですか。はいだから大体ラーメン頼んだり。ドアのお兄ちゃんしゃべりやすくて。カレーの中に入れるね。でこの端はだしスープに取る。鶏スープのいい香りがしますね。いい香りする。いや意外と嫌いかなと思ったなんかこういう匂い。いや全然。カレー粉屋さんに行くの。でそれでかつぶしもあるんだけど、めっちゃくちゃ匂いの。行っただけで何にもしてないかつぶしでさ、ものすごいいい匂いする。この揚げも入れるんですよ。かまぼこと揚げと今私が引いてるネギ、それがカレーの中に入る。これね、冬になるとね、
こういうのやるよ、イカリングとかやるよ。はい。だけどもう今夏はね、カツ自体がそんなにもう出る可能性も少ない時もあるもんね。はい。ので、もう今こっちだけやめてる。冬になったらまた。そう、やろうかなと思って。でもね、カツはね、意外とまあ人気があるんですけどね。それで守ってきよ。もうね、カツね、もう出る時はすぐ11時ぐらいで見れるね。明日から阪神か。阪神？阪神でドラゴン行かなんか。3連勝したらドラゴンだろうか。大体これ1本7人前ですね。朝から製麺とかまでされてた。ああ、そうそう。雨降ってきたろ。ね中におるでわからなかったろ。キッズクラブにお邪魔しています。松原先生にこちらの魅力を50周年を迎えた KTC グループが運営しています。一つの特徴は楽しいから続く人。しばらく来なかった間にゴミ増えてません？今バッと振り返るとやるぞって気持ちですごいしてほしい。
のゴールのうちの一つ、海の豊かさを守ろうっていう、やっぱ何が入ってるんですね。海の豊かさを守るため絡ませたくて、よその店よりも太めにしたりとか、温めると、ちょっともちもちした食感になるし、水で締めるとちょっとキュッていうの結構歯ごたえのあるコシのある食感になる。どうぞどうぞ。はい。じゃあカツカレー2つとカレーとご飯これ。はい。あ、いらっしゃいまそうね、これもカツカレー。非常に美味しいです。毎日食べたい。カツカレーうどん。カツカレーね。はい。はい、カレー。今日のようにですね、ところによっては局地的に激しい雷雨がない。では、この先の天気の変化を10日間予報で見ていきます。はい、急な雷雨にお気をつけください。ああ、それ、カレーご飯。はい、これ。ごちそうさまです。ああ、美味しかったです。どうも。あれだ、1050円。はい。どうも。ごはい、ちそうさまです。ありがとうございます。あ、置いといていいですよ。あ、これ750円。はい、冷やし肉うどんの中盛り一つと、はい。絹カレー中で。あ、ごめん、絹カレーね。ずっと大盛りしかつけないんですよ。じゃあ、大盛りで。大盛りですか。はい、すいません。あ、絹カレーがつけ麺。冷たいカレーね。よろしくお願いします。そうね、これ冷たいカレー。ごちそうさまです。あのね、1100円です。はい、そうです。あ、どうもありがとうございます。
カレーでご飯。はい。うん、カレー美味しいと思う。時々食べたくなってくる。あの味のあり方好きなんだけど。カツカレーうどんライスチキン。あ、わかりました。あ、それ。あ、それ奥から行った。はい。すみません。はい、どうぞ。麺うまかった。麺もちもち。助かります。もう。今日はカツもご飯も大盛りで。どうぞ。料理的な食を楽レ中83人。どうもありがとうございます。ご注文は何された？カレーうどんですね。カレーうどんですか。はいはい。どうですか、お味は？うまいですね。久しぶりにうまかった。ああ、すごいですね。これ川から流れてきてるんですか？そうです。180円でどうですか？33年前。俺は22の時やで。ご主人はもうずっとここに通われてるんですか？まあ来るわね。ありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとう。この間もラーメン食べた。気をつけてね。いらっしゃいませ。はい、親子煮込みが出ます。はい、卵のエビ天2本入り5番様です。
名古屋コーチ卵入り。卵エビで2本入りですね。麺がね、もちもちしてて美味しい。少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいの。お願いします。お願いします。はい、よろしくね、ごゆっくりどうぞ。お願いします。長男と次男2人いるんですけど、2人ともが店継いでくれたもんで、共に5代目で、はい。これで50食ぐらいかな。もう作り置きせずに、あとは様子見ながら、お客さんの雰囲気見ながら、少しずつ込めとるのでね。水と小麦粉と細かい空気の気泡だけで、塩とか添加物一切入ってないもんで、日持ちしないし、夏なんか時間持ちしないもんで、作りだめは一切しないです。製麺作業はこうやって日々されるんですか？そう、私がほとんどやってます。で、少しずつ若い子たちにも伝授しながら、まだまだもう10年ぐらいの。ごめんなさい、指メーカーさんが頑張ってくれてるものでね、同じ味が提供できるね。この室味のこのちょっと湿り気っていうかね、そういうのバランスがうちの求めてるもの、それを必ず提供してくれてる。これが一番大事なもの。自分の手でね、必ず見ながら確認しながら、あとこの味噌の硬さとかね、こういうのを確認しながら、うちの3代目の方がかなりこの昔からの味にこだわって必ず守ろうということをでき続けたので、自分もそれを素直に受け継いで、で5代目たちもそ
その気持ちを受け継いで昔からの味を守ってやってます。どのぐらいつけるんですか？大体、感覚ですけど丸2日間から3日間はつけますね。皮を厚むきして結局残ってくるんですけど、そういうのも漬物にしたりとかして使ってます。今先出ます。ビーフサラダやったのかい？はい、卵のエビ天2本入り5番様です。お待たせしました。お待たせしました。卵1点2本入りです。ミニサラダです。はい、名古屋コーチン卵入り。
待たせしました。3番様親子煮込みですよ。手羽先5本です。秘伝の手羽先のタレです。甘辛い感じです。いらっしゃいませ。はい。いやいや、まずよ、卵を売ったら。手前からすいません。もう1個作るので。はい、ありがとうございます。お気をつけください。おはようございます。はい、一飯カレーのスペシャルです。はいよ。お待たせしました。お待たせしました。はい、卵入り煮込みが出ます。ランチの土手お願いします。はいよー。皆さん後ろです。はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。おすまし卵です。はい、もち入り卵が出ます。お待たせしました。もち入り卵です。
はい、親子煮込みが出ます。カウンター A 様。先生お待たせいたしました。親子煮込みをします。熱いのでお気をつけください。初めてですね。はい、そうですね。ここに来れました。ランチだとやっぱり土手煮だとか、まあご飯の基本とかいっぱいついてきたのが、まあ美味しかったですね。はい。波のホルモン卵、こっちがネギ抜きで、土手煮と天むすです。はい、市販の神戸牛ホルモン卵です。親子煮込み1番様。エビ天に半卵ですね。順当です。卵のエビ天2本入り。お待たせしました。1番様。はい。親子煮込み1番様。お二つ目のあやか失礼いたします。はい。カリカリ皿になってます。すぐ銀行で引き出してくれる。とっても美味しいです。はい、卵入り煮込み2番様。いらっしゃいませ。水木もう一個まかないね。はい、よろしく。これいいですか。5番さん、エビ天1本の卵。はい、よろしくね。ごゆっくりどうぞ。漬物ください。はい、漬物お願いします。漬物お願いします。はい、よろしくね。いらっしゃいませ。あと2個。はい。関さん、1回表回ってもらっていいですか。これ親子です。13番です。はいよー。13番さんの親子。はい。煮込みもう一丁出ます。13番親子で。13番さん。はい、13番さん。はい、取ります。ね。カウンター A さん、柏入りです。はいよー。お願いします。はいよ。お願いします。2番さん親子です。はいよ。お待たせしました。しかったお願いします。はいよ。煮込みが一丁出ます。はい。お願いします。お待たせしました。お願いいたします。泡盛り味噌煮込み。叩いたらの方お持ちいたしますね。ランチセットの死活ですね。こちらの方当たり皿にお使いください。
お願いします。はいよ。はい、じゃあお姉さんしてます。とにかく手打ちにこだわりたいっていうので、もう手で水と粉を混ぜて伸ばして切るっていう昔ながらの作り方にこだわっているっていうところで、特に塩を使わずに煮込み麺として味噌が麺に染み込むようにというところのまず麺のこだわりと、あとは八丁味噌ベースのお味噌、うまみがかなり強い塩になってるんですけど、それの調を毎朝やっているというところと、あと室味のベースのだし、室味も出汁がかなり強くてうまみが強いので、室味の荒節っていうのにこだわってやっているというところですかね。家族みんなでこのお店を美味しくて楽しいお店にしていこうというところで日々頑張ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しい。何回も来たくなるって感じで。黒味とサバの混合で、それがすごくゆっくな、これがね、すごいいいんだ。すごいこと味が出るもんで。
人ぐらいお客さんそうですね、多い時だと300人ぐらい来てくれるので、スープが醤油と味噌とカレーとあるので、もうそれなりにちょっとしっかり仕込まないと。これ佐々木商店さんっていうこの辺の結構有名な揚げ屋さんがいるんですけど、それで買って結構珍しいですよね。こうなんか分厚い感じのこういう中が結構しっかり詰まってるじゃないですか。もう本当に昔からずっとこれなんで。ここがオープンする前だったから、で23年か24年、すごい楽しみにはしそうだったんだけど、1代目から行けば67年で、2代目のうち今やってるのが息子で3代目で、ここは今21、2年だと思うんだけど。おはようございます。お願いします。はい。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。おじいちゃんが初代なんですけど、おじいちゃんの頃からもうずっとこの方が辞められるっていう感じ。
愛知県産の小麦粉で絹あかりです。うどんもきしめんも使います。冷麦も。そばが信州そばの南沢のそば粉です。お店で食べる中華と持ち帰りの中華では太さが違うという県庁県警って言ってぐるーっとなんですね、製麺所みたいなもんっていうことはないけど、もうお店もやりながら製麺っていうそういうの今はやってるのはホテル関係だけ。もともとは製麺屋さんなの。あ、そうなんですか。最初のスタートは稲屋製麺っていう名前からスタートしたんで、うちもまあ一応稲屋製麺うどんの稲屋っていう名前にしようと。名前変わったらメールします。製麺事業としてもやられるんですか。今からぼちぼち時代の流れで若者がどうしてもいろいろこうね切ったりするとこの端材がこうやって出るんで、これを仕上げに入れる感じの。
もう今できますので1100円です。カレーうどん大、味噌中大。カレー中大、味噌中大、両方とも麺型でお願いします。カレーうどんないね。カレーうどん、カレーうどん。そっちゅうね。はい。
丼。お願いします。失礼します。味噌きしめん天ぷら卵。はい、どうも。来られるんですか？そうですね、週に2、3回は。おすすめのメニューは？やっぱ味噌中、皆さん味噌中、僕は味噌きしが好きなんですけど、はい。味噌きしです。はい。かけそば。はい。カレー中大。美味しい。何回も来たくなるって感じで、そうやっぱカレーが結構美味しくて、そうですね。味噌中2杯。ざる中おかわり味噌中。ざる中。はい。計算。中華。
はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。先頭の方で2名様です。味噌汁。エビだったね。中華味玉入り。はい。中華。はい。中華。これは大。はい。カレーそば大。皆さんにカレーそばの台です。カレーそば並です。カレーそば並こちらです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オープン。フォークです。さあ、ミシュランの1個下のあれに乗ってる。カレーうどん大。カレーそばつく。
さい。はい、天ぷら入ってるよ。僕も食べてみたい。味噌うどん、味噌汁。味噌きしです。はい。はい、すいません、味噌きしです。味噌きしです。味噌汁。はい。ありがとうございます。そばころ。ざるそば特。カレーうどんだい。はい。左から。はい、ありがとうございます。はい、すいません、きしめんです。よろしいですか？ごめんなさいね。途中。はい。はい、すいません。ごめんなさいね、真ん中失礼します。ねね。
ざるだい。よく来られるんですか？大好きで家族全員が今からお昼をお家でいただいてみようかなと思って購入いたしました。おうどん自体がすごくコシがございますし、それから出汁がしっかり取ってらっしゃるもんですから、すごく香りも良くて美味しくって、冬なんか体も温まって最高ですよ。カレーソース。そうですね、一緒に商売やってるから仲悪いと仕事やりづらいから京都の東山区にあるうどん屋さんで修行しとって、でそれで戻ってきた感じ。それまではサラリーマンしとったんですけど、これで白で合わせて。砂糖とかに白醤油を混ぜて、で味付けする感じ。
皿です。醤油とみりんです。赤つゆは煮かけのうどんとか通常のうどんに大体使う。で白つゆは卵とじとか天ぷらうどんとかちょっとあっさりめな感じの汁に使う。真ん中の一番だしは味噌煮込みとかカレーうどんです。これはうどんね。でうどんはやっぱし加水塩度がやっぱし夏場とか冬場とか時期によって違うもんで、夏だったら塩度は濃いし冬は薄いし、これは今日は7度ぐらい。これ昨日作ったやつね。1日熟成したうどん作り方違う。明日だもんでここで入れる。でこれもう一遍締める。こういう裏返してほら出てくるし。ででパンになるので、これを瀬川は今年110周年だよね。瀬川の本店がね。今でもつながりはあるんですね。もちろんもちろんいろいろ商売のやり方を教えてもらった親方だったので、何かあればやっぱしお
親方のところに行く。親方もあるし、その先輩たちも、瀬川のグループはみんな優秀な人が多いので。目の前で作っとる人の米を使ってます。3升ぐらい、3回だったので 3升ぐらいですね。大丈夫ですか？とんかつはランチはロースで、普通のカツ丼とかカツ鍋はヒレカツだで、あとは普通に食べるやつはその都度エグも注文が入ってから
どんが美味しい。コシがあってね。コシがあって美味しいです。いつも何か頼まれるものって決まってるんですか？ランチが多いです。ブレンドしてあるやつ。かき味噌ランチです。はい、4番さん決まり、かき味噌煮込みのランチです。お待たせしました。はい、お願いします。じゃあ11番はい。味噌煮込みランチ、ご飯好きなねがお一つ、高いおうどんがお一つでよろしいですか？お待たせいたしました。赤い青うどんですね。失礼いたします。お餅が入ってる。どうぞ。卵も4番さん決まりです。ありがとうございます。
天ぷらうどんの麺大。松井さん、先に天ぷらうどん大盛り8番です。お待たせいたしました。天ぷらうどんの大盛りです。お待たせいたしました。3番ね。はい、カツ丼ランチ。はい、こちら梅干しなし12番ランチ。10番さんです。ランチあったかいうどん12番さんです。はい、ありがとうございます。お待たせしました。ランチのお色です。失礼します。天とじのうどん。真ん中に。ランチうどんホット花。ありがとうございました。ありがとうございました。までお待ちです。卵とじ大盛り決まりです。はい。お待たせしました。卵とじの大盛りです。
きそばの冷たいの麺を盛り合わせと、プチテントンランチのあったかいおそばをお勧めよろしいでしょうか。たぬきの麺台。そばコロのランチ。エビフライ入り。5番さんエビフライ付きとお待ちカレーです。これ5本もらって決まりランチ10割です。お待たせいたしました。日替わりランチ10割様です。お待たせいたしました。日替わりランチ、温かいご飯なしでお願いします。ランチ、温かい丼です。はい。おります。お待たせしました。カツ丼ランチおうどんです。はい、お待たせいたしました。コロナの時にすごい流行って美味しかった。今久しぶりに300円ぐらいかかったから。これ定期。はい、ごめんなさい。作り方はね、仮はね、この中に入れてありますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでやってみます。楽しんで作ってください。の方ね。はい、はい、12番。お待たせしました。天丼ランチのあったかいおうどんです。失礼します。お待たせしました。丼ランチおうどんです。ざるそばの単品。丼ランチの冷たいうどん、丼ホットのご飯なし。味噌ランチ5本台決まりです。はい。取ります。ありがとうございます。お待たせしました。味噌煮込みランチご飯大盛りです。1枚失礼します。ありがとうございます。話します。はい、ゆっくりどうぞ。いいじゃん。はい、そばホットのランチ。ランチ。
レーうどん。豊橋カレー4番さん。鴨ざる。では失礼します。日替わりなんだったかうどんが3つでざるそばが2つですね。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせいたしました。日替わりランチ。通ります。お待たせしました。ランチございます。失礼します。こちらどうぞ。これランチ温かいうどん花かつおかけで11番です。はい、ありがとうございます。はい、ざる2つ。お待たせいたしました。ざるカツ重ですね。いただきます。はい、ももかちゃん、これ天盛りランチ7番さんね。はい、松井さん決まりカツ丼ランチのざるです。はい。じゃあ、間通ります。はい。通ります。お待たせしました。天盛りランチになります。カツ丼ランチざるそばですね。ありがとうございます。大盛り。はい。
日替わり丼ランチが今日は穴子だら、明日だったら岸の天丼とか、その辺は日替わりで2種類。具材だとか材料がさ、意外とみんないくらぐらいで入るかってもう分かってるじゃん。お客さんのが利口だもんね。なので、これ損じゃないとか思うようなやつが、一月に4回か5回、そういう風にしてかんと、やっぱり普通になっちゃうの。損だよな。こんなんでいいのとかさ、そういうやつが、まあ、何回か食べてる。数を別に考えて個人経営はね、年中無休だから、休みの日もなんか半分仕事してるみたいな。仕事っていうか、リクエスト兼ねてよね、俺たちはそんな大変じゃなくやってる。ずーっとやってるのにそんな大変じゃない。お勉強があったらご飯食べ行くみたいなのが多いよね。九州までうどん食べ行くとかね、北海道まで食べ行くとかね、日帰りで。朝4時頃出てって、夜中の12時頃帰ってきて、次の仕事とか。お客さんに出せんし、いろんなもの食べて知っとらんとね。エビ龍神。はい、エビ龍神。お待たせいたしました。豊橋カレーうどんですね。先ほどありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。